今回はパラサイトバイオーム編の動画になります。多分今回がパラサイトバイオーム編最後の動画になります。前回の動画から、だいぶ時間が空いてしまいましたね。まあ、色々とあったのですが、その経緯も含めて動画にしようかと思います。以前、パラサイトバイオームの中に、20チャンク四方、完全に湧き潰したエリアを作り、さらにその中に4チャンク四方、全く寄生虫が湧かないエリアを作りたい。そうお話ししていました。結論から言うと、そのエリアを作ることには、一応成功しました。しかし、色々と課題の残すものになりました。自分としては、なんとか9大点の出来かな、といったところです。さあでは、最終的にどのような形になったのか、見ていきましょう。パラサイトバイオームに、全く寄生虫が湧かないエリア、いわば聖域として、できたものがこちらです。ここは以前、このようなパラサイトバイオームだったエリアです。それを、モグラバのプールを使って、寄生虫たちをあらかた湧き潰して一掃し、ワールドイーターを使って、パラサイトバイオームの構造物を、岩盤が露出するところまで破壊し、治療をすべて、水か岩盤かモグラバにしたんでしたね。あれから、バイオームピュリファーでバイオーム ID をすべて、プレーンに変更しました。この辺り一帯はもうすでに、パラサイトバイオームではありません。バイオームピュリファーによって浄化され、こちらの20チャンク四方一帯のバイオームは、平野となりました。以前のこの辺りと同じエリアとは、とても思えないような、まるで見違えるように、空が青くなり、明るい太陽の日差しを見ることができます。まずは、本当に全く敵が湧かないエリアなのか、実証実験をしていきましょう。実験の内容としては、こちらの4チャンク四方のエリアに、ハスクを20体放置します。寄生虫たちはハスクやゾンビを見つけると、一目散に攻撃に向かいます。寄生虫がどこか近くに湧いて、ハスクを索敵したら、寄生虫たちが襲いにやってくるはずですが、どうでしょうか。ちなみに、ロストシティでは、村が全く生成されないので、本来は村人が存在すること自体ありえないためか、種類にもよるのですが、寄生虫たちは、積極的に村人を襲ったりしません。なので、日中でも死なずに、寄生虫に敵対されるハスクを、実験用のモブとして選びました。6時間以上、このままの状態にしていましたが、全く寄生虫が湧きませんね。実はこの実験は、1回収録に失敗してるので、2回やっているのですが、2回とも寄生虫の出現は確認できませんでした。寄生虫は1マスでも湧くスペースがあれば、湧いてきますが、治療はもちろんのこと、地中にも寄生虫が湧くスペースがないか、細かく確認しました。できる範囲内で全て、モグラバなどで湧き潰し、もうおそらく寄生虫が湧くだけのスペースは、残っていないはずです。これで一見、全く寄生虫の湧かないスペースが、できているようには見えますが、実は課題がまだ残っているのです。では、どのような課題が残っているか、説明する前に、前回、ワールドイーターによって、パラサイトバイオーム内の構造物を、すべて破壊し終えたところから、この状態になるまでの経緯を、説明させていただきます。まずは、バイオームピュリファーを使って、バイオーム ID をプレーンに、変更していきました。この時は構造物爆破した20チャンク四方を囲むように、30マスの厚さのある、モグラバの壁が周囲を囲っている状態でした。しかし、このように壁際の地面で作業をしていると、アシュミレイテッドエンダーマンなど、索敵範囲の広い寄生虫から索敵され、このようにすぐに複数の敵に囲まれてしまいます。これではかなりやりづらいので、こちらのモグラバの壁の厚さを30マスから、3倍の90マスに変更。これでも、全く索敵されなくなるわけではありませんが、
結構敵との遭遇は減り、作業しやすくなりました。この調子でパラサイトバイオームを平野に変え、バイオームを浄化していきます。ここで想定外のことが起きました。それは、平野の水流や水源にはイカが湧く、ということでした。マイクラ 1.13 以降では、イカは川や海、砂浜でしか湧かないのですが、RL クラフトのマイクラ 1.12 では平野でも湧いてしまいます。イカが湧くと何が問題なのか、寄生虫モッド特有のデバフ、コールオブハイブが関係します。コールオブハイブは、寄生虫が近くにいるとつくデバフです。コールオブハイブのデバフがついた、バニラのモブは死ぬと、アシュミレイテッドヒューマンや、アシュミレイテッドシープなど、敵対モブの感染モブになってしまいます。コールオブハイブのついたイカが死ぬと、このバージョンの寄生虫モッドでは、インコンプリートフォームという敵対モブになってしまいます。一応、この20チャンク手法は、全く敵が出てこないよう湧き潰してありますが、この外側のモグラバの壁部分は、モグラバに覆われているので、寄生虫の湧き率は通常より少ないでしょうが、完全には湧き潰しておらず、寄生虫が湧いてしまう可能性があります。そうなると、この壁付近で湧いたイカは、モグラバの壁の中で湧いた寄生虫に遭遇し、コールオブハイブのデバフを受けてしまい、インコンプリートフォームになる可能性があります。それでも、こちらの4チャンク手法内から、出ることがなければ、この4チャンク内どこにいても、マイクラの敵が湧く範囲、プレイヤーの半径128マス、8チャンクのエリアは、常に湧き潰されていることになるので、イカと寄生虫が遭遇することは、理論上はないはずです。ただ、もし何らかの理由で、このモグラバの壁の中に、デスポーンしないディスパッチャーなどが湧いたら、この壁付近のイカは、コールオブハイブを受ける可能性があるのです。ということなので、パラサイトバイオームを平野に変更していく過程で、今度は逆に有効モブである、イカの湧き潰しを行う必要が、生じてしまったのです。寄生虫の湧き潰しが終わり、バイオームの浄化を進めているというのに、今度は有効モブも湧き潰さなければならないなんて、なんとも皮肉な話です。ではどのようにしてイカを湧き潰すかというと、以前紹介しましたが、RL クラフトには、液体の中に入り込んでいく液体ブロックというものが存在します。それは例えば、以前紹介したこちらの蜂蜜ブロックなどですが、蜂蜜以外にも、こちらのエールゴートという液体も、沈殿するかのように水の中に入り込んでいく性質があります。エールゴートは蜂蜜よりも入手が簡単で、大量に作ることができます。このエールゴートを利用して、20チャンク四方分の水源をすべて、エールゴートに差し替えてしまおうと思いました。話だけ聞くと結構途方もない作業なのですが、実際途方もない作業でした。やり方としては水の表面を何か別の固体ブロックに変化させて、その上からエールゴートを流していく、というやり方です。水の上一面に何か固体ブロックを貼り、その上にエールゴートを流していきます。エールゴートはこのようにある程度広い、平面的な不透過ブロック上であれば、十字形に3マスほど広がっていきます。そして水の上の固体ブロックを一気に撤去すれば、一気に水の部分が、エールゴートに変わっていくはずです。イカが湧かないかどうか、ちょっと実験してみましょう。周りを全部岩盤にして他のモブが湧かないようにして、エールゴートでプールを作り、イカが湧くか試してみます。20分くらい放置しましたが、とりあえずイカは湧かないように見えます。水を一気に固体ブロックに変える方法は、氷渡りを使って、水上に薄氷を張り、その上にエールゴートを流すことにしました。ただしこの方法は、薄氷が溶けてしまう日中の時間帯は、作業ができません。また、このようにモグラバ付近では気温が高すぎて、薄氷がすぐになくなってしまい、作業することができません。モグラバ付近の部分は氷渡りが使えないので、別の方法で固体ブロックを貼ります。以前の動画でちょっとだけお見せしましたが、ポイズンバケツのアイテムを使えば、このように一気に水が
戦力ガンなどの固体ブロックに変わります。このように場所によってやり方を使い分けて、エールゴートを流していきます。このように氷渡りの右白氷は、日が昇る頃になると溶け始めてきますので、日が昇る前の明け方に拠点に戻り、ハンモックで夕方まで仮眠して、夜になると作業場所まで戻って作業する、深夜作業員のようなことをしていました。これを延々と繰り返します。そしてモグラバ付近はこのように、ポイズンバケツを使って水を戦力ガンに変えていきます。もちろんこの戦力ガンの上に敵は湧きますので、敵に対処しながら作業していきます。この作業もかなり大変でした。まあそんなこんなでこのように水部分を全部エールゴートに差し替えていき、とうとう水部分を全部エールゴートに変えることができました。エールゴート内でイカが湧かないことは、実証実験で実証済み。よしこれでもうイカが湧かないはずだ。イカ湧いてんじゃん。実証実験が甘かったのか、このようにエールゴート内でもイカは湧くようです。ただ、普通の水の中より湧きが少ないような気もします。こちらの実証実験で、確認したつもりだったのですがね。こうなってしまうと、正直もうイカの湧き潰しについては、やりようがありません。なので今回は一旦こちらの状態にて、一区切りとさせていただきます。先ほどお見せしたように、6時間以上この状態で放置しても、全く敵が現れることはなかったので、一応寄生虫が湧かないエリアは作れていると言えるのではないでしょうか。ただ、理論上は、先ほどお話ししたように、寄生虫たちの襲来の可能性を完全にゼロにすることはできませんでした。まあ、なので、自己採点をするならば、これでは満点とは言えませんね。なんとかギリギリ9大点かな。といったところですかね。できる限りのことはやった。これでしばらくは、この辺りに寄生虫は湧かないだろう。お前、よくもこんな真似をしてくれたな。お前は、なぜここに？どうやってここへ来たんだ？この星はもうすぐで、完全に俺たちのものになるはずだった。なのにこんなところにこんな場所を作りやがって。俺じゃ全部俺たちのものにならねえだろう。俺たち色に染まらなきゃ意味がねえんだよ。どうしてくれんだよ。この星には、もともと住んでいた人たちがいたはずだ。自分たちの勝手で、その人たちからこの星を奪ったんだろう。そうさ。この星に住んでた生物、人間とか言ったな。あいつらは俺たちが皆殺しにしたさ。なんだと。よくもそんなひどい真似を。ひどいだと俺たちはこれまでにたくさんの星の生き物たちを皆殺しにして星を奪ってきたが、この星の人間とかいう奴らは一番バカだらけだったな。自分さえ良ければ周りの奴なんかどうなっても知ったことだよな。挙句の果てにはこの人間同士で殺し合い、何十万人も何百万人も勝手な理由で一方的に殺しまくる。そういう奴らもいっぱいいたな。俺たちがやってることとそんなに変わらねえじゃねえか。こんなバカだらけの生物、相当珍しいぜ。なんだと。そもそも完全に浄化するなんて無理なんだよ。真っ白い絵の具によ、ちょっとで
黒い何かが入ったら、もう元の真っ白には戻せねえだろう。どんだけ白を入れてもな。それと同じさ。確かにそういう人たちもいたかもしれない。確かに人間は、そういう一面もある生物だったのかもしれない。だけど、お前たちがやったことで、多くの人たちが悲しんで、そして亡くなっていった。僕はそれを、許せないんだ。うるせえな。おめえなんかムカつくやつだな。てめえを絶対にぶっ殺してやるぜ。うわぁ。なんだお前。なんで今になって出てくんだよ。取ってろよ。この体は俺のもの。一体ここはどこだ？君は一体誰だ？どうして俺はここにいるんだ？あなたは？そうか。君がこの場所を浄化してくれたのか。だから俺も、最後に少しだけ元に戻ることができたのかもしれない。元に、戻れたんですか？そのようだ。でもそれは多分、ほんの少しの間だけだ。少しの間。君に頼み事がある。頼み事？これで私を殺してくれないか？頼む。もう今にもあいつに乗っ取られそうなんだ。またあいつがこの体に戻ってくる。その前に。そんな。それに、すごく、体のあちこちがすごく痛い。とても苦しいんだ。どうか、頼む。おいてめえ。なんで起きてきてるんだよ。さっさと体を落とせ。早くここであいつを出してはいけない。せっかく作ったこの場所まで早くするんだ。さっさと体を落とせって言ってんだよ。そいつを今からぶっ殺すからよ。早く。ありがとう。何の声だ？これはそうか。元に戻ったのか。よかった。
今回はパラサイトバイオームの浄化、という目標を掲げてやってきたわけですが、何回も、偉いもんに手を出してしまったな、と思いました。先ほどお話ししたイカの件もそうですが、寄生虫たちが、いかに執拗にかつ狡猾に、それでいて周到に、あらゆる方法で、プレイヤーたちの生活圏に入り込もうとしてくるのか、それを実感せざるを得ませんでした。また、それと同時に、こちらのスケープ&ランパラサイト、あらゆるところから来る、寄生虫の侵入経路や、寄生虫たちの感染拡大方法を、知れば知るほど、非常によくできているモッドであることを、実感させられました。まだまだ自分の知らない仕様が、たくさんありそうで、まだまだやり込める余地がありそうです。パラサイトバイオーム編はここまでですが、最後に RL クラフト 2.9.3 の統計データをいくつか抜粋して、エンディングっぽく流してみました。よかったら最後までご覧ください。